はい、どうもゆうすけです。今回は日本語学習が辛くなった時、どうすればいいのかっていうことを話したいと思います。皆さんどうですか？日本語学習順調に進んでいますか？私も今まで英語を勉強してきたんですけど、結構つまずくシーンって多かったんですよね。一回すごく大きいつまずきを経験して、大学1年生の夏休みの時の話なんですけど、2ヶ月ぐらいずっと英語を勉強したんですよ。その時バイトと英語の勉強、この2つを主に頑張っていたんですけど、その2ヶ月勉強した後に、英語のテストを受ける予定だったんですね。で、実際に英語のテストを受けて点数を見たら、全然点数が上がってなかったんですよ。もう5問合ってるだけみたいな、5問新しく答えれるようになった。問題は200問あるのに、どんだけ2ヶ月間勉強しても、5問分しか正解しなかった、増えなかったっていう経験があります。こんだけ勉強して、俺、マジ勉強のやり方間違ったなとか、結構落ち込んじゃったんですけど、誰でもね、辛い時っていうのはあると思うんですよ。言語学習が得意な人はそういうのが少ないと思うんですけど、もしこの動画を見てる方で、あんまりね、日本語学習がうまくいってないよとか、もっとうまくいくようにしたいとか、そういう人が今回この動画を見てくれたらいいかなっていうふうに思っています。はい。で、今回は、日本語学習が辛くなった時にどうすればいいかって話なんですけど、まず、根性で直すっていうのはやめましょう。だから気持ちで頑張ろうって持っていくっていうのは良くないんですね。それよりも学習設計を変える方が圧倒的にね、いいし、科学的に筋が通ってるんですよ。学習設計を変える。これ私がよく思うことなんですけど、結構ね、気持ちでカバーできる部分っていうのは、結構あるんですよね。特にテニスしてたので、大会の時とかは、結構本当に気持ちがね、大事だったので、自分を奮い立たせて試合してたんですけど、でも、そのモチベーション、日本語のようなずーっと勉強していくものって、その気持ちだけじゃ限界があるんですね。だから、学習設計を変えて環境を変えることで、継続的に勉強できるような、そういう自分を作ってほしいと思います。はい。まず今回の一番大事なところなんですけど、今回のは科学的に筋が通ってて、感情で直そうみたいなものじゃないので、はい、ご安心ください。はい。じゃあまず今回3つのことを話すんですけど、まず1つ目。ゴールを遠い夢のまま置かないっていうところです。だから近い目標に切りましょうっていう話ですね。特に言語学習って、ペラペラになるっていう目標を置いてる人結構多いと思います。でもね、ペラペラになるってすごく抽象的だし、人によって全然定義が違うじゃないですか。はい。で、結構遠いんですよ。ペラペラになるって結構やっぱ難しいので、はい。だから、ペラペラになるっていうよりも、じゃあこの2ヶ月間はこんぐらいできるようになろう。1週間までにこの動画を8割理解できるようにしようとか、小さい目標にした方がいいんですね。で、この小さい目標の方が科学的に、その学習の進みを、感じることができて、で、自信もついて、内発的、自分の内側から頑張ってやろうっていうような興味を育てることができるんですね。この外発的か内発的かってすごく大事なんですけど、皆さんには内発的に勉強できるような、そういう学習設計をしてほしいと思います。小さい目標の方が、あれ、これギリギリ達成できるかもっていう感覚になるんですよ。こういうのがね、ドーパミンを刺激してくれて、実際に、頑張ることもできますし、こういう自分はいけるかもいけないかも、わからないけどいい目標だっていうのがすごく大事なんですよね。フローって言葉よく聞いたことがあるかもしれないんですけど、ブルーロック見てる方はね、結構知ってると思うんですけど、フロー状態に入るためにも、いい目標を作って、その目標に対してアプローチしていくっていうことがすごく大事なので、皆さんにそのように勉強してほしいと思います。This is a quick ad. Don't have anyone to practice Japanese with? We've got the perfect lessons for you. From beginner textbook lessons to real speaking practice, we create a custom lesson that fits your level. What kind of lesson would you like? Tell us in your trial lesson. Book from the description. はい。
で、2つ目ですね。2つ目の方法は、辛い時はまず難易度を下げる。これ1とね、話は似てるんですけど、ちょっと難易度のことをちょっとちゃんと話したいと思います。昔の動画でね、認知負荷理論について話したことあると思うんですけど、皆さん認知負荷理論の動画見ましたか？ぜひ見てない方はね、見てほしいと思います。ありがたいことに結構再生されてるんですけど、認知負荷理論っていうのは、みんながね、認知するときに脳には負荷がかかるんですね。で、この負荷がかかりすぎると、あんまりいい勉強できないよ。逆に、あんまりちゃんと負荷がかかってなかったら、簡単すぎるよねっていう感じで。適度な負荷がちょうどいいよっていうのが認知負荷理論です。これそのイマージョン仮説の I+1 の考え方とすごく似てるんですけど、そのね、難しすぎると負荷が大きすぎて、そのもう全部意味わかんない情報になっちゃうんですよ。だから、もしこの教材難しいなとか、この動画難しいな、この人の動画難しいなって思ったら、他の人のチャンネル見るとか、教材の難易度を下げるとかして、自分が理解できるけど、ちょっとだけわからないっていうような状態。負荷がちょうどいいような教材を探してほしいんですね。これはなんでかっていうと、新しい情報をね、処理するときには、作業記憶っていうのを使うんですけど、この作業記憶って限界があるんですね。頭のこの、キャパシティみたいなのには限界があって、処理できないのは処理できないんですよ。難しい情報が多すぎると。だから、そのためには、その余計な負荷を落として簡単な教材にする。で、簡単でもないんですけど、それはね、ちょうどいいような教材にして、で、そのちょうどいい教材を自分が気持ちよく勉強できるようにする。難しい教材を気合でするんじゃなくて、簡単な教材をやるっていうのがすごく大事。これは気持ちのためですね。こういう経験あると思います。頑張ってこの難しい教材勉強したらめっちゃ日本語わかるんじゃないかみたいな。でも結局続かなかったとか。私もね、そういう経験がすごく英語であったんですけど。結局一番良かったのは、簡単だけどちょっと難しい。自分のレベルに合った教材をしっかり選ぶっていうのです。だからその時にもしね、今同じような状況の人は、気合で今やってる難しい教材を進めないようにしてください。それはかえって逆効果になるので、自分にとってやる気が出るような、ドーパミンをうまく使えるような、そういった勉強の設計をしてほしいなと思います。で、次、3つ目、最後なんですけど、成長を感覚で判断しない、記録するっていうことです。これどういうことかっていうと、自己観察に関する複数の研究の統合分析では、自分を観察することっていうのは、学習の方法としてすごく効果がある。中程度の効果があるっていうのがもう結果で出ています。すごくって言ったんですけど、中程度なんですけど、でも、私個人的には、これかなり効果があると思ってて、結局、進んでるか進んでないかを分かるっていうのがすごく大事だと思うんですよ。で、特に言語学習って、例えば話せるトピックっていうのがすごくたくさんあるから、話さないといけないトピック、日常会話にしても、だから結構自分の中では本当に進んでるのに感覚で判断しちゃったせいで全然自分が進んでるか分かってないっていうような状況って結構ありがちなんですよ。よくね、私が思うのが、例えば生徒さんで日本語が全然上達しないんですけどって言ってくる方がいて、で私からすると、いや、めちゃくちゃ上手くなってるけどな。前までこんな言葉言えなかったでしょ。前までこんなトピックについて話せなかったでしょ。っていうのは結構あるんですね。でもこれ本人がちゃんと確認できてないっていうところなので、ここは感覚で判断するんじゃなくて、自分の中で記録していってほしいなって思います。紙に記録するのでもいいし、言語化してもいいと思います。例えば、前より聞き取れたっていう単語をメモしたり、あの表現言えたなっていうのを頭の中に記憶したり、今までこの表現使えなかったけど、この文法使えなかったけど、最近この文法よく使うな、これ俺の好きな表現だなとか。そういうのを、記録する。できたら見えるようにしたがいです。見える化したがいいんですけど、そうですね。だから、例えば話は変わるんですけど、暗記で自分の単語帳を作る人いるじゃないですか。あれもすごくいい方法なんですね。暗記で単語帳を作って単語数が増えるじゃないですか。で、それをちゃんと理解していくと、俺は今こんだけ単語を覚えたんだってなるじゃないですか。これがある種の、
記録なんですね。はい。だから成長を感覚で判断しないようにしてほしいなって思います。だから皆さん、今の自分を2ヶ月前、3ヶ月前、半年前の自分と比べてみてほしいと思います。必ずね、成長した部分っていうのはあると思います。ぜひそこチェックして自分のね、進んでるっていう感覚を持ってほしいなって思います。はい。今回の動画はここまでです。やる気がね、なくなった時、辛い時っていうのは誰でもあると思うので、ただその時に気持ちじゃなくて、ちょっとね、論理的にその問題を対処していってほしいと思います。やっぱね、個人的に思うのが、いろんな、学習の問題とかあると思うんですけど、やっぱいろんな人がね、その問題に対してすでにもう出会ってるので、自分で悩むんじゃなくて、同じような境遇の人がどうやって乗り越えたのかっていうのを調べて、自分に応用してほしいと思います。私以外の人の YouTube の動画を見て、自分にね、その情報を使ってフィードバックして、さらにいい日本語学習の設計をしてほしいなと思います。はい、今回の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね。